パイエアマサラカスパイエアマサラカそれ飲みすぎいや飲んでないんだよスパイエアマサラカへスパイエアのマサラカ。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル洋介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。はい、ということでお願いします。はいはい、キルザノイズツアーが始まりましたね。はいそこでたくさんメッセージいただいてるので、はいはい、感想、収録時点では、初日の横浜が終わったばっかり、ね、そうっすね。ということで、はい、先ほど岡山公演が終わったのかな、現在時刻で言うとね、岡山公演も熱くなってるだろうな。いやまさかねもみけんが見せるとはね思わなかったね。もみけんさんがね初めてやりましたね。初めてですね。あれはびっくりした。もみけんさんが初めてあんな姿をファンに見せるなんて、俺はちょっとだからびっくりして、俺ズボン脱いちゃったもんね。本当ね。はい、びっくりです。メッセージいただいてますよ。はい、ありがとうございます。ラジオネームゆうりさん、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。キルザノイズツアー初日の次の日の通勤電車でメッセージを書いてます。ありがとうございます。スパイアのツアーは初日が横浜なことが多く、一番行きやすい場所なのでほぼ毎回初日に参戦していて、何の曲来るかなとつい構えちゃうのですが、昨日は初日とは思えないくらいの盛り上がりで、これはもうファイナルではと錯覚するほどでした。ホールツアーも楽しみにしてますということで、ありがとうございます。すごかったね初日ね。いやすごかったですね。いや絶対俺はだから MC で言ったけど、健太が、いや分かるよみんな硬い、こっちも硬いみたいなことを、定番じゃん。定番だね。絶対今日は言わせねえなと思って、なってましたね。そうだから俺のその反省だね、飛ばしすぎて最後の方持ってね、だからそうでも本当にそれに対しての、リアクションというかね、反応も本当にものすごく熱かったよね。いやすごかったね。よかったね本当に。やっぱああいうサイズのライブハウスってさ、熱をダイレクトに感じれるから、やっぱあれがなんかこう気持ちがいいんだよ、気持ちがいいし、やっぱちょっとさフェスとかいろいろさ大きい会場でやることもたまにあるじゃない、あの時もどっちかっていうとさ、ちょっとこう見せなきゃいけないという意識が俺は強くなっちゃう。確かにショー感の方が強いよね。そうでもやっぱライブハウスってそうじゃないじゃん。ちょっと違うね。そうあれがやっぱねこう久々だったよね、あのサイズで。結構久々じゃない。今回のツアーでは割とキルザノイズのツアーでは一番大きいのが一番大きいですよね。確か1000人規模、1000人とかですもんね。1100とかか 1200？ 大きいね。じゃあ他だと5、600とか。そうだよね、規模が。だからもっとそれがこうなんていうの、コンパクトになって塊になってできるんかな。俺生き残れるかな。俺その問題がある。我々久しくそのね小箱のあれをやってないから、だから岡山であんなことになって、今日の岡山であんなことになっちゃった。そうだ俺だからさ、岡山のさ写真チェックしたらさ、顔がなんか酸欠みたいになってたもんね。それは本当にありそうありそう。はい、続いて、ラジオネームきほさん。はい、健太さん、陽介君こんばんは。キルザノイズツアー初日横浜ベイホール参戦しました。距離の近いライブでめちゃくちゃ楽しかったですと。一つ素朴な疑問です。陽介君が飛べと煽ってくるたびに全力で応えたい気持ちはあるのですが、体幹が弱いせいかその場でまっすぐ飛び続けるのが苦手です。だんだん前や横にずれてしまうので、最近はつま先をつけたまま飛んでる風で乗り切っています。腕も上げっぱなしだとすぐ限界が来るので、こっそり左右交互にして休ませてます。ステージから見てこういうちょっと省エネ作戦、参戦はやっぱりバレますか、それとも意外と紛れられていますか、正直に教えてください。もしバレてたらちゃんと飛べるように体幹鍛えますって書いてあります。バレバレですね。そうなん。バレバレわかるんだ。わかる。だって隣とさっきまで身長同じぐらいだったのに、明らかにこいつ飛んでる時だけ引っ込んでるなみたいな。じゃあちゃんとバレてんだ。バレてる。バレてるで、よりそのさ周りがもう我を忘れて飛んでる状況だったりすると、あいつ一人だけ冷静だなみたいな。そうなんだ。そう、ライブハウスは近いし、やっぱ見えるからね、どうしてもね。でもだから俺結構両手上げろで煽っちゃう。やっぱ片手になると
だから1200人いたわけでしょ、はい、両手上がると2400本だからね。絶景だからね。そうやっぱり、やっぱそうなるとこっちも上がるわけですよ。で、もっとガツッといけるわけですよ。だからそれのだからまあそこはね、我をそうやってジャンプすると、こうフラフラしちゃうっていう、その考えになるぐらいの、まあこちらの実力不足ですよ。だからそんなの関係なくね、我を忘れさせられなかった。まあでもライブハウスのいいとこってそういうことじゃないのかな。まあそうね。別にさ、まあ居座りの席だったらさ、その隣の席の人のとこまで行くとさ、まあちょっとってなっちゃうよ。でもライブハウスはそういう仕切りがないからさ、別にさ、まあちょっと当たろうがさ、ちょっと前に行こうが後ろに行こうが、あれしようが、まあもう周りはもうそういう場合じゃないんですよ。そうだね、意外と。それはそう。でまあその周りがそういう状況にさせるのはやっぱ、まずはこちらがそのぐらいのボルテージですよっていうのを提示しなきゃいけないからね。そうね。まあやっぱ初日感はあったってことかな、もしかしたら。心の奥で。奥でね。だから心の奥で初日感があるのに、無理に体をそうじゃねえぞとやりすぎた結果、私はすごく反省しましたね。もうちょっとちゃんとね整理しないとっていうかね。いやでもいいんじゃないですか。でもまあ関係なく飛んでくれれば大丈夫です。そう全然そんな気にしなくて大丈夫です。はい。ラジオネームササピーさん。はい、ありがとうございます。健太さん、よすけくん、こんばんは。こんばんは。ゲルザノイズツアー初日横浜お疲れ様でした。お疲れでした。感想を一言で言うと、めっちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。最初から最後までずっとトップギア、そして会場全体が大合唱状態。私は後方、しかも巨大な柱があり、ステージはほぼ見えなかったけど、それでもすごく楽しかったです。とにかく最高に楽しいライブをありがとうございました。ツアーまだまだ続きますので、お体お気をつけてください。はい。次はホールツアー大阪名古屋で会いに行きます。ありがとうございます。よろしくお願いします。柱があったね。でっかいのあったね、2本。すごい邪魔なんだろうけど、あれがないと建物がぶっ壊れるわけでしょ。そうね。そう、まあ構造上ね、どうしてもしょうがない時あるからね。まあそれはね、まあいろいろあるからね。だからこちらもまあ割とね、そういう時は気をつけるようにしてるね。最後の写真そうね。なんか結構今回 X とかでも柱が、要はライブが始まる前は柱がなんだこのクソ邪魔な柱みたいな投稿があったんだけど、なんかそういう人たちが柱があったけどライブは楽しかったっていうなんか投稿してくれたりしてるのを目にしたからよかったなとは思ったね。そういうの物理的ななんか障害を乗り越えた部分があったんだなっていう。そうだよね。だからやっぱライブってあれだよね。だから結局さ、見えなくても楽しいって思ってるってことは、見えてる範囲が楽しそうにしてるからでしょ。まあそれはそうね。それ引っ張られるからね。それが結構大事だなって今回感じたね。だから柱の後ろの方も覗いたけど、みんなめちゃくちゃこうノリノリで楽しんでくれてたし、すごいそれはだからすごいその熱量がこうさ、みんなこうしっかりこう伝わってる感じがあったから、それはすごい良かったな。よかったね。改めてそう感じたな。だから後ろの人たちは一般的な感覚だと、まあちょっと遠いな、見えづらいなっていう感覚があるけど、それはそれででも逆に会場全体を見渡して、その熱量を肌で感じれるわけだから、それはそれでいい楽しみ方ができるんじゃないかなと思ったかな。確かに、それはそうだ。いいライブだったな。でもないいライブでしたね。本当にこのままツアーを、今日もいいライブだったんでね。今日はね、クレイジーなライブでしたね。そうだね。明日も頑張らなきゃいけないってことですね。明日はもっとあれだね、クレイジー超えて、クレイジーを超えると何だろう、バーストしよう。バースト破裂していきましょう。バーストしましょう。なんか弱くはなってないのかな。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでキルザノイズでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、
このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決していやそれあんたの話だろなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。はい。ということで、今週も友達から聞いた恥ずかしい話届いております。ラジオネーム、レザートデニム大好きマンさん。おお、ありがとう。先日、はい、友達から聞いた話です。なるほど。友達はバンドをやっているらしく、2月の14日から、ツアーが始まるということで、ものすごく気合を入れて準備をしていたそうです。一緒だね俺らと。そこで彼は、ものすごく、調子に乗りすぎた結果、一人もうはちゃめちゃに盛り上がっていたそうです。おお、なるほど。だがしかしその会場には大きい柱が何本か立っており、うちと同じだねそれも、見えない、お客さんもいたと言っていました。そこで彼は、最大限自分に何かできることがないかと考えた結果、終盤の盛り上がりで一人がたいのいい男が前の方に来たので、そいつの肩を借りて肩車をしてもらい、後方のファンにも会いに行こうと決めたそうです。いいことだな、素晴らしい心がけ。しかし、その彼を呼んだ頃には、バンド自体は激しい曲をやっており、音もわっと爆音で流れていたそうで、彼はマイク越しに肩車しろと言ったそうですが、届いていなかったようです。なるほどね、まあしょうがないそれは。そして、なんとかそれでもジェスチャーで、そのがたいのいい男の肩の上半分にまたがって、乗ることはできました。あ、なるほど。肩車じゃなくて片方の肩に乗っかった感じだ。だよね。そして、後ろの方に行きたかった彼は、後ろの方に行く道を開けろ開けろとジェスチャーをしていたそうですが、何も意思疎通ができていなかったのでむしろ、ファンが少しでも近くに行こうと、わっと集まってきて、結局後ろの方まで行けず、その場でただもみくちゃにされるという事件にあったそうです。なるほど、それはすごい。まあでも熱気がね分かる、伝わるね。しかし、恥ずかしいのはここから。何があった？熱気がすごいライブハウスなので、お客さんの汗や、いろんなもみくちゃの状況もあり、その肩から落ちそうになったそうです。まあ危ない危ない。しかし、下の持ち上げてくれている男の子が気を使ってくれたのか、肩をグッと上げてくれたそうです。そうね、落ちないよね。しかしグッと上げてもらっている肩の上は私のたまたま。私の？失礼。彼の友達の彼の左の大事なボールの真上だったそうです。そこで持ち上げてもらった時に激痛が走り、これはいかんと思い、すぐ下に降りもみくちゃにされながらステージに戻ったそうです。その後、その曲は最後から2番目の曲の後半で起きた事件なので、なんとか本編を乗り切り、アンコールで着替えるそうなんですが、アンコールのお着替えの時にスタッフから保冷剤をもらい、左の大事なボールを冷やしながら、準備をしていたところ、かなりもたもたしてしまい結果彼はボーカルなのですが楽器陣を、先に外に行かせてしまい、ちょっとぐだってしまったそうです。なるほどね。そして痛みは引いてなんとか、耐えましたが、次の日も彼はイベントに出演するというスケジュールになっておりまして、そのイベントを一日中ずっと違和感が左の下腹部に違和感がなんかあるやんあったそうです。これはやばいと思い、しかしそれは日曜日だったため、探しても泌尿器科は休み、そして、次の日の朝、やはりこれは痛いなと、まだ痛い、すごい痛いというか、少しこう下腹部を締め付けられるような感覚が少し鈍痛に近いね、握られてるみたいなやつね、あるということで、泌尿器科へ行ったところ、この難しい状況をなんとか説明した後に診察台が、後ろに倒れ、ズボンを脱いで、まずはエコーを見られたそうです。エコーね、エコーを見られた後、痛いとこどこと言われ、触診になった際、先生の手が思いっきり左のボールの根元にえぐり込んできて、痛い、激痛が走って、痛いのここでしょと言われながら痛ってと言ったそうです。エコーなど見た結果、
すごく綺麗な状態だったそうで、何か、捻転しているなどはなかったそうです。あ、よかったよかっ痛み止めももらい、なんとか病院を後にしましたが、結果その日の触診が一番痛かったそうです、大事なとこはしっかり守るようにしようという友達の話でした。あー、でもよかったね、はい、何もなくてね。いや、よかったね、よかったね、本当綺麗でよかったね。ねえ、それがさ、やっぱなんだろう、捻転っていうね、その、血流が止まっちゃうから、止まっちゃうとか、本当に、そうやって捻転したり、だそのボールとつながってる管だよね、そこがこう回転して捻転してしまうと、本当に血流が止まって、なんか6時間から12時間ぐらいが本当にデッドラインだった、壊死しちゃうっていうもんね。そう、よかったよかった、本当に友達よかったね。だから本当気をつけないといけないね。そう、本当だよ、マジで気をつけない。なんかやっぱこうテンションが上がっても、どこまで行っても、やっぱこれは危ないなっていうところはちゃんと持ってなきゃいけないってことだねでも経験だから、やっぱね、そうやって彼は多分強くなっていくんでしょ。だって彼はさ、興奮のあまりさ、あの子でしょ、好きなバンドのさ、ライブでさ、ダイブしたらさ、肋骨折ってた子でしょ。肋骨にひびが入ってた子だよね。追伸で書いてある。そうで、彼は大好きなバンドのフェスに出た際、興奮して袖で見ていたはずなのに、いつの間にか客席にダイブしていたそうです。そして帰りの新幹線でやたらとあばらが痛いなと病院に行ったところ、これひびだねって言ったそうです。学んでないよね。学んでないですね。成長してないです。いやでもちょっとずつそれで成長してね。まあパーツごとでそうやって気づいていくわけですよ。いや、よかったです。何事もなくて。ということで、こんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。言わない、絶対言わない。はい、ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしています。それでは今日はラジオネームレザーデニム大好きさんの友達の話からこちらを選曲しました。高橋ひろきさんで摩訶不思議アドベンチャー。スパイエアのバサラカ。お送りした曲は高橋ひろきさんで摩訶不思議アドベンチャーでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もたくさんお悩み届いてます。ラジオでもゆっぴーさん。はい、ありがとうございます。10代女性の方ですね。はい、ありがとうございます。陽介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私は今とても悩んでることがあります。それは大勢の人の前で発表したり、面接だったり、人前で喋ろうとすると緊張して泣いてしまうことです。小さい頃から人前で話すことが苦手でしたが、泣くほどではありませんでした。ですが学校の入試の面接で緊張して泣いてしまったことがきっかけで、そこから怖くなって泣いてしまうようになりました。陽介くん、健太さんは緊張して泣いてしまった経験はありますか？また泣かないためにはどうすればいいでしょうか？これ難しいよね。これ難しいね。これはね、なんとかしてあげたいね。まあでもそういう人っているよね、大人になってもいるよね。緊張とか、怒り、でこう泣いちゃったりっていう人はよく見るから、いや、感情がまだ生きてるんですよ。感情が死んだら涙も出ません。そう、まだ一個そのポジティブな面で言うと、すごく多分感受性豊かで、多分自分の感情に素直なんだね。に素直なんだと思う。でさらに言うと10代じゃん。でなんかその感情のコントロール、そういう、まず善悪か、まずは善悪の、このなんだ正しい判断ができるようになるのって20歳らしいのよ。その脳の機能として善悪の判断がちゃんとつくようになるのって結局20歳なんだって、脳みその部分的に仕上がるのが。だからそういう意味では、要は感情の起伏とか、そういう泣いてしまうこと、溢れ出ちゃうこととか、これって自分が悪いんだっけ、これ自分がいいんだっけとかさ、そういうもんで泣いてしまうとか、そういうことって多分20歳を超えないと結局制御できないと思うんだよ。だからまだそのままでいいと思うっていう、まずポジティブなことで言うと、ただでも20歳か、18か22歳、もしくは20歳、で高校卒業、短大、普通の大学のぐらいでやっぱ就職っていう多分ね、ものが来るとは思うから、早めにそこはね、面接っていう多分ゆっぴーさんのまあそうだね、あれがあると思うから、なんだろうな、
なんか俺一個、そういうこういうことの要因って、人に対しても、自分に対しても、期待がそういうことをさせてしまう気はしてんの。自分ならできるみたいな。そうだから、だからそうやってその大勢の人の前で発表したりするときに、いい発表って思ってもらおうみたいな。そっちね。とか、人からのまあそういう期待に応えようとするとか、とはまあ自分はちゃんとできるんだみたいな期待、なんかそういうのを一個なくしてみれば全然ね、楽になる瞬間ってあると思うんだけどな。なんか例えばそうだな、別にその大勢の前で発表するとか、面接とかもさ、言うたら面接官にさ、自分はこうで、こうなんです、どうみたいな、期待じゃ一個、自分に対する期待だし、相手にもそういう自分を見てもらう、得るっていう期待じゃん。だからそれをなんか一個なくせば、だから淡々とそういう時はやる。もう AI みたいに。そう AI になって、するとまあなんかだから感受性豊かなのはものすごくいいんだけど、やっぱそこでそういうことをしてしまうと、そういうことがあってしまうと、やっぱこう自尊心がね、傷つけてしまったりとか、自己嫌悪になってしまったりとか、そういうことにつながってそれ以外のとこで引きずったりしてしまうこともあるじゃん。そうなったらそれは良くないっていうか、でも一個多分あれだよ、ゆっぴーさんはやっぱちっちゃい頃人前で話すことが苦手で、泣いちゃったことがきっかけで、それがもう怖くなってるから、それがトラウマになっちゃってるね。だから人にどうこう思われてたらどうしようとか、ちゃんと思われなきゃとか、っていうのは結局なんかこういろんなものに対してのさ、なんか期待を裏切っちゃいけないというか、なんかそういうなんか一個があると思うから、だからそれだけをなんか一個なんか排除する意識だけでもあったら、なんかちょっとは楽になると思うんだよね。まあね。だからまあ記憶する、こういう質問に対してこういうものをするっていう、もう AI になりきるとか、まあもし泣いちゃったとしても、別にそれは別に何も悪いことじゃないし、そうね。それで相手がうわこの人変な人だなって相手が思うのを勝手に期待してるわけじゃん。だからそれをなくす。別に面接の人とかって多種多様な人間を見てるわけですよ。だからまあそういう自分がいても逆に目立つしね、印象に残るかもしれないし、もしかしたらそうね。だからそこを逆手に取る方法を考えてもいいかもしれないしね。そうなると今度なんかこう難しくなってくんじゃない？そうなの？その緊張を応用しようとすると、多分絡まっちゃう気がする。なるほどね。こっからどうしようとか。じゃあまず一旦それは置いとくと、もうそういう人もいるっていう、割り切る。そういう自分なんだと、その反射的なものだったらね。そうね。受け入れる。そうで、反射的なもの以外だった場合はそういうまあちょっとそういろんなものに対してのまあその期待を一個捨ててみる。やった方がいいんじゃないかな。確かに。これは頑張ってほしいね。そうだね。ちょっといろいろ挫折とかあるだろうけど、それも人生だからね。人生ですね。頑張ってください。頑張ってください。はい。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのマサラカ。お送りしているのはスパイアでリバースです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、なんかねフリーのメッセージもね、ちょくちょく見てたら、友達の話で話した彼と同じ状況の陽介くんって人がいるらしくて、いやあなたね、酸欠で倒れちゃったのって心配になりましたが、健太さんの実況のおかげで珍場面だったと分かり爆笑させていただきました。本人は笑い事じゃなかったと思います。陽介さんその後大丈夫ですかとか。大丈夫そうですね。陽介さんのボールが心配になりましたとか、あれってどのぐらいの衝撃なんですかとか、どのぐらいの衝撃なんですか。だからっていう衝撃らしいっす。そうあれはね男にしか分かんないね。これはねなかなか難しいです。ということで、そんなキルザノイズツアー
そんなでもないけどねそんなでもないけど、そういうノイズをキルしていく、はいはい、キルザノイズツアーが、現在開催中でございます、はい、そして3月18日にニューアルバムリバースがリリース決定しました、こちら先日完成しましたね。はい、しました、そういい感じ、そのアルバムを引っ提げてホールツアースパイアツアー2024リバースが3月からスタートです、福岡公演は4月5日日曜福岡市民ホール大ホールです。福岡はね、やっぱねこうやって番組やってますから、しっかりといいライブして皆さん楽しんでいきたいと思います、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp BASARAKA @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。お願いします。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。